皆さん、こんにちは。今回は、最新の AI 技術とクリエイティビティが交わる実験をご紹介します。チャット GPT という AI モデルとブルーというテキストから動画への自動変換ツールを組み合わせ、どのような魔法が生まれるのか、一緒に見ていきましょう。チャット GPT は、自然な対話を可能にする AI で、あなたのテキスト入力に応じて文章を生成します。一方、ブルーは AI を活用してテキストから動画を自動生成するツールです。今回の実験では、チャット GPT にブルーの活用方法や動画のコンセプトについて指示し、どのようなクリエイティブな成果物が生まれるのかを確認します。大事なのは、この実験では編集なしで AI が生成したままの動画をご覧いただくことです。指示通りに進めることで、どのような驚くべき成果物が生まれるのか、一緒に楽しみましょう。それでは、早速 AI が生み出す未知の世界へと足を踏み入れてみましょう。今回、AI にタイトルから考えてもらい、そのタイトルをもとに AI が作り出した物語をご紹介いたします。タイトルは未知の世界への冒険秘密の島の謎。さあ、物語の世界へとご案内いたしましょう。第一章祖父の語り部。波の音が遠くに聞こえ、風が軽やかに島の木々を揺らしていた。ジョン・アンダーソンは、幼少期の思い出が鮮やかに蘇るこの島に足を踏み入れた。彼は祖父の言葉を胸に刻み、この謎めいた場所を訪れる決意をしたのだ。ジョンは背中にリュックサックを背負い、仲間たちと共に港に立っていた。エミリー・ウィルソン、ウィリアム・ハリス、そしてエレナ・ロペス。彼らは、彼の冒険に同行する仲間たちであり、専門知識を持つ仲間たちだった。ジョンの祖父は、島についての謎めいた話を語ってくれた。彼はこの場所が地図に記されていない未知の島であると信じており、そこには伝説の宝物が隠されていると言っていた。祖父は亡くなったが、その言葉はジョンの心に残り、彼をこの探求の旅に駆り立てた。船が港に停泊し、ジョンたちは船を降りた。島は密林に覆われ、古代の遺跡がその中に点在しているように見受けられた。ジョンは古代の地図を取り出し、次なるステップを考え込んだ。まずは祖父が語った星座を見つける必要がある。それが宝物の手がかりだ。ジョンは言った。エミリーは望遠鏡を取り出し、夜空を観察し始めた。星座の中で、古代の地図に書かれたものと一致するものを見つけることができるかもしれない。ウィリアムは地図を詳しく調べ、エレナは古代の文献を読みふけっていた。彼らはこの未知の世界への探検を進めるための手がかりを見つけるために一丸となっていた。物語は、未知の島への冒険の始まりを書いています。ジョンと彼の仲間たちは、星座の秘密を解き、伝説の宝物を追い求めるために、この秘密の島に足を踏み入れたのです。第2章星座の謎。夜が訪れ、星々が輝く空がジョンたちの頭上に広がっていた。エミリーが望遠鏡を使って夜空を調べている中、ジョンは地図を持ちながら星座を見上げました。この星座が何を意味するのか、祖父からの記憶をたどってみよう。ジョンはつぶやいた。エレナが古代の文献を手に取り、その星座に関する情報を読みました。祖父の言葉を思い出しながら、彼女は星座に秘められた謎の手がかりを解明しようとしました。この星座は、伝説に登場する英雄が関連しているようだ。エレナは言いました。彼の冒険と伝説を探求することで、宝物の手がかりを見つけるかもしれない。ウィリアムは地図を取り、島内に散らばる古代の遺跡の中から英雄に関する記録を見つけるために動きました。彼が見つけた情報は、星座と伝説が織りなす物語の一部を書いていました。ジョンとエミリーは夜空を見上げ、星座の配置を詳しく観察しました。その星座が英雄の冒険の場所を示しているかもしれないのです。数時間後、ジョンは気づきました。星座の配置と英雄の冒険の地点が一致するようだ。我々はその場所に向かわなければならない。一同は興奮し、星座の謎に迫るために旅を続ける決意を固めました。彼らは英雄の伝説をたどり、次なる謎解きの手がかりを見つけるために未知の世界への冒険を続けるのでした。第3章英雄の足跡。ジョンと仲間たちは、星座の謎を解き明かすために、英雄の伝説が指し示す場所への探索を続けました。彼らがたどり着いた場所は、島内に広がる古代の遺跡の中でも特に印象的でした。ウィリアムが手に持つ地図を見ながら、エミリーは地面に座り、周囲の石碑を詳しく観察しました。エレナは古代の文献を読み、英雄の伝説を再現しました。この場所が英雄の最後の試練の場所であると言われています。
彼はここで大いなる冒険に挑み、宝物を手に入れたと言われています。エレナは言いました。ジョンは英雄の足跡を追い、遺跡の中を探索しました。彼が古代の文字を刻まれた石碑に手を触れると、突如、幻の宝物の手がかりが現れました。それは、英雄の冒険にまつわる物語が刻まれた碑文でした。これは宝物の手がかりだ。ジョンは言いました。英雄の冒険を再現し、宝物の場所を見つけなければならない。一同は碑文に記された物語に従って、英雄の足跡を追いました。彼らは古代の遺跡の中を進み、英雄の試練を模倣しました。謎めいた装置や仕掛けが彼らを待ち受け、宝物への挑戦をさらに複雑にしました。しかし、彼らは英雄の勇気と知恵を持ち合わせており、次第に宝物の場所に近づいていくのでした。未知の世界への探検は、新たな謎と挑戦を克服しながら続いていました。第4章魔法の装置。ジョンと仲間たちは、英雄の足跡をたどり、宝物の手がかりを求める旅を続けました。遺跡の中で、彼らは魔法のような装置に遭遇しました。それは古代の技術で作られた、謎めいた装置でした。ウィリアムは装置を詳しく調べ、エミリーは装置の周りの石碑を読みました。エレナは古代の文献を手に取り、装置にまつわる伝説を探求しました。この装置は何か特別なことを示しているようだ。ウィリアムが言いました。ジョンは装置の中央に立ち、古代の記号を詠唱しました。すると、装置が活性化し、幻想的な光が放たれました。彼らはその光に導かれ、遺跡の奥深くに進みました。途中で、彼らは魔法の仕掛けに挑戦しました。謎めいたレバーやキーストーンが配置され、それを操作しながら進むことが必要でした。仲間たちは知恵を絞り、協力して仕掛けを解きました。最終的に、彼らは装置が示す場所に到達しました。そこには古代の箱があり、それが宝物の手がかりを保持していることが分かりました。エレナが箱を開けると、内部から謎めいた紙片が現れました。ジョンはその紙片を手に取り、解読しました。それは次なる宝物の場所を示す手がかりでした。彼らは再び冒険に身を投じ、未知の世界での謎解きを続けることを決意しました。第5章時間と潮の謎。ジョンと仲間たちは、魔法の装置から手に入れた新たな手がかりをもとに、未知の世界への冒険を続けました。手がかりは、時間と潮の流れと関連していることが示唆されていました。エミリーが複数の時計を持ち出し、ウィリアムが潮の満ち引きを計測し、エレナは古代の文献を読みながら、彼らは島内で時間と潮のパターンを調査しました。この場所の地理的特性と時間の流れが、次なる宝物の手がかりを示しているようだ。ジョンは言いました。一同は、特定の時間帯と潮の動きを組み合わせることで、宝物の場所を特定しようとしました。日中、太陽の位置を観察し、夜間、星座の位置を確認し、潮の動きを追跡しました。その過程で、彼らは島の時間軸と潮の満ち引きが、宝物の場所を特定するための重要な情報を提供していることを発見しました。ジョンたちは時間に応じて島内を移動し、潮が特定の位置に達した時に宝物が現れることを理解しました。次第に、宝物の場所への接近を果たし、新たな試練が待っていました。この時、ジョンたちは島の秘密と彼らの探求心に向き合い、宝物の手がかりを手に入れるために全力を尽くす覚悟を決めたのでした。第6章魔法の合言葉。ジョンと仲間たちは、時間と潮の謎を解明し、次なる宝物の手がかりを手に入れました。次に彼らを待ち受けていたのは、魔法の合言葉でした。合言葉が明らかになることで、宝物の場所が最終的に特定されると信じられていました。エレナが古代の文献を熟読し、魔法の合言葉に関する情報を見つけました。彼女はその合言葉を理解し、それを呼び出す方法を探求しました。この合言葉は、古代の言語で言われています。エレナは言いました。私たちはその言語を解読しなければなりません。仲間たちは言語学の専門家として知られるエレナの指導の下で、言語を解読し、魔法の合言葉の意味を理解しようとしました。しかし、それは容易なことではありませんでした。彼らは古代の書物や碑文を研究し、言語のパターンを解析しました。そして、ついに合言葉の意味を理解する突破口を見つけました。合言葉は星々の輝きを導けだ。エレナが言いました。ジョンと仲間たちは合言葉を唱え、魔法の力によって宝物の場所が現れることを期待しました。
そして、その期待は現実となり、宝物が輝きを放ちました。宝物を手に入れるための最後の一歩が近づいており、ジョンたちは充実感と興奮を胸に次なる試練に挑む覚悟を持っていました。第7章元の宝物。ジョンと仲間たちは、魔法の合言葉によって宝物の場所が明らかになり、最後の試練に挑む覚悟を持っていました。合言葉に導かれ、彼らは宝物の場所に近づいていました。宝物の場所に到着すると、そこには幻の宝物が輝いていました。それは古代の秘宝であり、世界中の冒険者たちが求めてきたものでした。ジョンは宝物を手に取り、その価値と歴史に圧倒されました。エミリー、ウィリアム、エレナも感慨深げに宝物を眺めました。しかし、宝物を手に入れた瞬間、遺跡の中に古代の罠が発動しました。壁が崩れ、仲間たちは急いで脱出する必要がありました。ジョンは宝物を持ちながら、仲間たちと一緒に脱出の道を模索しました。彼らは死地を逃れ、島の外に出ました。宝物を持ち帰り、この冒険を終えたのでした。帰還後、ジョンと仲間たちは宝物の秘密を解明し、それが古代文明の知識と技術を保持していることを発見しました。彼らはその知識を世界に広め、新たな発見と冒険を追求することを決意しました。未知の世界への冒険は終わりを告げましたが、新たな冒険への扉が開かれました。彼らの物語は終わりを迎えつつも、新たな始まりへと続いていくのでした。以上で AI が作成した物語は終わりです。このようなクリエイティブな実験を楽しんでいただけたら幸いです。もし動画がお気に召しましたら、高評価をお願いいたします。そして、新しいコンテンツをお見逃しなく、ぜひチャンネルを登録していただければと思います。今後も様々な面白い実験やクリエイティブなコンテンツをお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみにしてください。ありがとうございました。